おはようございます。金井レルチです。今回はですね、モルタルを使って一番簡単な、レンガの花壇作りをちょっとやっていきたいと思います。まあ少数の一応、14個か15個ぐらいで、まあ一番優しくできる花壇ということでやっていきたいと思っております。はい。じゃあ結構誰でも真似できちゃいそうな感じですか？そうですね。だから花壇となると土の場所じゃ、まあベストは土でもいいんですけども、逆に土間を打ってやるちょっと、駐車場の隅、まあそういうところでもできる花壇です。はい。非常に簡単なんで、まあこれを見て真似していただければと思います。はい。じゃあよろしくお願いしよろします。くお願いします。今回は、このレンガを、まあ、ホームセンターで一応売ってますミックスレンガと、まあ、ちょっとホームセンターでもいろいろあるんですけども、まあレンガの種類としたらベルギーレンガというこの大きさです。金井さんも一番現場で使われてるやつですね。そうですね。まあ値段の安いということもありますし、まあちょっと使い勝手もいいということでこれは結構使っております。じゃあ今回はそれを15個15個、はい。で、まあじゃあ15個3000円ぐらいですかね。そうですね、そのぐらいで今ちょっと値上がりしたりなんかしてますけども、ちょっとレンガの中では一番安いという形です。これ色はもうバラバラでバラバラで、まあ大体3色か4色ぐらい入ってるんですけども、まあ場所によっては2色とかありますけども、まあいろんなミックスの方はいろんな植物が溶け込むんで面白いっていうような感じです。それでいつも結構色はもう統一しないで統買ってる一しないです。はい。で柄をまあ手に取った順番にやっていってしまうという感じで、それほど色を考えてやってるわけじゃないんで、これが大体種類的には大体3種類ぐらい。 3種類ぐらい。あとはもう同じ色でもちょっと薄かったり濃かったりしてますけど、大体そもこれそも本当綺麗に一色っていうわけじゃないんですそうですね。まあ同じ色でもちょっと若干違ってくるというような感じであります。まあ今回ここのある駐車場の一角一番隅の方に使ってまいります。でまあじゃあ土の上じゃないんですか？コンクリートを打ってやります。で駐車場なんで水勾配が若干こうついてる状態です。それ土の上じゃなくても花壇って別に問まあ題ない全んですか？然植物の種類、まあ、根の張り方、まあそれはもうここで公木的なものは無理ですけども、まあ縁をやっていくことによってその中に逆に鉢を置いたり入れ込んだりすることによって植物の大きさはそれでまた変えられますから、はい。じゃあ今回はこちらの一こちらのはい作るってことですで一応まあ2段ぐらいの感じで、まあ、15本ですからそのぐらいの大きさのやつをしたいと思っております。これコンクリートの上に花壇を作っても排水は問題はないんですか？だから排水はコンクリートの上なんで一箇所目地を入れないでそこから抜けるような感じにはしますけども、はい。じゃあ土の上だったらその排水ももうほぼ気にしなくていい気にしなくていいですね。浸透していきますから、まあそういう形ですね。はい。でまあやるときにまずそのレンガのこんだけで今数でやるなら一応じゃあどういう形なのかなって仮に置いてみること、まず置いてみるんですね。置いてみてこれが4本7これで7本です、ね、で2段ですから14本そうするとこの大きさにできます。で
逆にもうちょっと細長いっつったらこういうこれも同じです。7本で、まあ、いろんな形にできる。いろんな、でまあこれと四角い場合と半円的な、これはもう感覚でもう置いていって見ればいいんじゃないですかね。こうやってある本数で決めるときにはそうやっていろいろ考えられますよということです。2段の場合は交互にレンガをしていく2段ですから半分っていうのが入ります。だからこれを表面に来るか、逆にもう最初に割った最初の段階で割ったやつを入れていくかによって変わってきます。あ、じゃあ交互にするにはそのレンガが半分になった状態のやつが必要ってことですか？これで半割りっていうのがないんで、ですからこれをレンガを割ります。割るときに金槌で中心こう割る真ん中のとこにこうやって叩く。でこうやってだいたいまあ真ん中近い形で叩けばこれでいいです。じゃあ別に綺麗に割れてなくても全然問題ないんですね。なぜかというと表に出るのはどこかっつう見極め。あ、なるほど。だからこれでこうやってやるとこれは隠れちゃうんで、こうやってこっちが内側になって外がですから割れた部分は見せなきゃいけない。だから極端な話、これをちょっと割れするとこうやって割れちゃった場合でもこれを下地にこうやってあ、なるほど。こうやってここにモルタルを多めにつけて乗っけちゃえばどこの面が見えるか、この角度こうやってその面を使えばいいわけですから、多分そういうことにおいては外から見たらわからないってこと。わからない。下着が何であろうが、割るのが難しいって方もいると思うんですけど、もうレンガ割らない方法ってなんかある？割らない方法はもうちょっと多めに買ってきたやつをこういう形でもう内側に入れちゃう。違うでもう土入れちゃえばこの角においてはそれほど、あ、確かに、見えなくなる。見えなくなる。私自身やっぱりこれをやること自体プロと同じレンガの積み方やろうと最初そういうもう考え方はもうとにかく捨てて自分流の積み方でいいんだと思う考え方でスタートしてもらいたいんです。なんかやっぱり自分が積んだ個性が出る積み方っていうか、それが一番いいのかなという形でいます考え方があるので。でも本当あまり細かいこと気にせず気にしないです大丈夫ですね。まず最初に積んでいきます。で最初にこの板自体がもうコンクリートになってるからそれほど引かなくても平気です。でその場合にレンガにこう直接つけるんじゃなくて床に置いて、じゃあこれ下が土の場合はまあちゃんと整地はした方がいいってことですかね。もう整地ある程度してそれでちょっと自分の体重で踏み固めるっていうしておけばそのぐらいだったら平気です。で下が土の時の場合は少しモルタルは多めにそういったものはいいかと思います。あとはこれはこう自分で厚みこれで木の手でこう鳴らせば我々の場合はもうこの時点においてこうやってつけますけど目地を入れてこうやって、あ、なるほど。目地の方を先につけてるってことですね。例えば目地入れなければ後でこうやって入れていけばで次はこっちちょっと1本2本食いますからこっちはこういう形でこっからします。
一個一個やるよりはなんか置いてこれで鳴らす、ちょっと平らにこうやってで目地ね。これ目地の幅ある程度揃えといた方が綺麗ってことですかね。いや、私はあんまり気にしてないんですよ。で、気づからする方は目地工程があるならこれで目地の全部同じようにこう入れてって、これでこうやって合わせていけば。でこの状態だったら、気になるところだったらまあ全然動くんで、こうやって調整していってください。それでこう余分に出たやつをこういう目地にこちらの方は正面で見えるんで、モルタルはほとんど取ってきれいに。最初に言いました目地、水抜き一箇所こうする、この勾配になってんならここだけ目地を抜けといて、そうすれば水がここに、こちらの方の裏の中の部分は止まったモルタルで、こうやって押さえしとけばいいです。これで2段目、まあ2段目多少気使うような感じで、こうやって水平器貼ってずっともうピシッとやるか、もうこの字の勾配に沿った形でやっていくか、そんな大差が変わんないんで、私なんかはもうこの面に沿った形で多少勾配があっても気にしないで積んでいってます。最終的にこれが仕上がりじゃないんで、ここに植物が入って初めてこのレンガも生きてくるというようなイメージ持てば、それほど気使う必要もないと思います。で2段目はある程度多めに我々の場合はこうやって使ってこういう感じで積んでいっちゃうんですけど、まあ最初やるときにはこういうコテとかなんかで平らに、もう積む前にある程度平らにして、平らにしてが積みやすいです。こうやってちょっと練習し、このぐらいの練り方だったらこうやってつけてゆっくりやればこういうのがもう落ちないんで、だからこういうじゃなくてこういうでいう形ですると、もうじゃあ後から目地を入れずに済むってことなんですね。多少は少ないところはね、でトントンって手でもいいですから。じゃあそんな強く上から押し付けなくても大丈夫なんですね。だから強く我々を押してるっていうのは、こうやって持った状態でやるときはこうやって押して、じゃあモルタルを広げるような。広げる感じですけど、もう広げてあるんで、ですからできるだけ最初もプロと同じようなやり方をあまりしなくても、さっき言いましたけど、これも後でもうちょっと丁寧にこう、それでこれで
2段目積み終わった後はどういう手順になるんですか？これは手順はあと目地をこっちに見える部分に足んない部分入れていくか、こうやって足んないとこは入れていく部分で、これ目地を切るって言うんですけど、目地を切って今もう少し固まった状態で最初にやったとこ、ここなんで、私の場合は逆にレンガを強調するために目地を5ミリぐらい、このレンガが浮き出るような、レンガ自体が強調されて、私はレンガの味がこっちの方の出るなっていう感じで、こうやってでも確かにレンガがすっきりしますね。5ミリぐらい、こういうやり方の方がレンガを最近使うときにやりやすい。この目地とかこういうのだけあまり皆さんの仕上がりで気になっちゃう。あくまで面にするわけじゃなくて、一つ一つのこのレンガのを強調する。逆にその目地をピシッと入れる方が難しい。難しい。だから目地はレンガの調整役、幅の調整役だと思えば、目地をきれいに切っちゃうと、その目地の幅が逆に強調されて、目地幅が違い性が出ちゃって気になっちゃうから。まあ、このハケは専用の遮顔負けになりますけど、ペンキのハケでもいいですし、色塗る時の、はいはい、それでそうするとこんだけ目地切ったやつが抜いたりしますから、これも裏に入れて水をつけてこうやれば、これもこうやって、なるほど。この状態でも水つければこうやってまだ塗れる。じゃあ余ったやつはそれ裏につけちゃえばいいんですお吸い付けるような感じで、その方が強度も増す。そうですそうです。でこうやって最後きれいに削って、ちょっと粉がついてるスポンジは一回ちょっとこう絞るような形で、一応花壇はこれで終わりです。以上これで完成いたしました。ただちょっと水抜きのとこにちょっと石とかちょっと置いて直接いかないように、まあ砂利でもいいんですけど、培養土です。まあこういう感じですね。で、まあこれを小さな庭と見立てれば結構ちょっと違う素材で、まああればです。まあこういう植物だけじゃなくて、こういうアプローチこう柄にしてこう分けたりで、まあちょっと高低差を立てるのはこういうものを鉢をそこにもう鉢を置いちゃったり、鉢を置いた形で。その植物は何ですか？これはアイビーですね。
これは地に入るような感じで。それは何ですか？これはミニバラですね。こういうレンガはディスプレイ的にもう置くだけで、そこはわざわざモルタルでやる必要はない。必要ないですね。これはもう砂利ですね。化粧砂利。はい、はい、これで完成です。はい、これで以上完成です。我々はもう最終的に植物で演出っていう形なんで、ですからもうレンガ積んでる時はそれ主役になりますけど、もうそれは脇役で、結構曲がった感じが植栽した時もそれほど気にならなかったり、それがいい味になったりで、これも一応一般的なレンガの数量で並べて花壇になりますけども、ちょっと向きを変えたりなんかすると、こういう同じ2段でもこうやってまた表現が違ってで、それを割ったやつを利用してこうやれば花台になるとか、表現方法いっぱいあるので非常に面白い形になります。レンガ花壇としてモルタル使えばこれが一番簡単なんですけど、これをぜひ参考としてやってみて、チャレンジしてみてください。今回はこれで終了いたします。ありがとうございました。